こんばんは。今日もライブ配信していきたいと思います。こんばんは。ちょっとニャニャが邪魔してます。今日の天気は今日の天気は曇りかな。晴れても曇りのうち晴れって感じかな。そんなに暑くはないですね。でも外出てないからあんまりわかんないかもしれないです。今日はちょっとニャニャどいてください。今日はね、昨日大統領令、トランプ大統領が教育の方、いろんな関税の相互関税を発表するって昨日言ってたんですけど、結局相互関税じゃなくてフード忘れした今。変なの読んでたからど忘れしちゃった。教育関係の税金っていうか教育関係の、期間を廃止するっていう、ちょっといきなりこんなことを言ってきたんで、いきなりこれを発表したんでちょっとびっくりだったんですけど、今サイパンには結構大きな問題で、学校、大学、サイパンにあるマリアナ大学っていうのがあるんですよ。結構昔は大した大学じゃないって言えばそうなんだけど、4年生の大学にアップグレードされたんですよね。だから結構日本からとかも留学、いろんな国から、韓国からとかも留学っていう人が増えた大学なんですよ。でそこは日本からとか海外から来る場合はだいたい年間7000ドルから1万ドルくらいのところで、ローカルこっちに住んでる人に対しては4000ドルから6000ドルで行けた大学なんですよ。それはアメリカ本土からかなりな援助があったから、その金額で行けたわけで、ね、もしその援助がなくなっちゃうとガンと上がって6000ドルから1万ドル超えの学費になっちゃうっていうことで、サイパン政府が負担してたのが数百ドルから1000ドルぐらい、このぐらいなんで、もう全然追いつかない。もしこれがもうサインはしちゃったんで、トランプ大統領は、今まではちょっと貧乏な人も行けたっていう大学だったんだけど、でローンを組むのにも結局アメリカの方がヘルプしてその金利を払ってくれたりしてたんだよね。6ヶ月間とか無料になってた。であとフェデラルワークっていうのがあって、その大学の中でアルバイトさせてくれて、それが学費を払う援助になってた。それはだからアメリカが負担するフェデラルワークって言ったら仕事、アルバイトだったんだけど、それもなくなっちゃうっていうことになると結構辛い
サイパンがこの状態でそれまでその金額まで出せるのかって、救済を求めてるのに出せるのかっていう、もうそこが大きなポイントになっちゃうし、ね、これから大学に通う人たちにはかなり影響が、もし決まってしまったら議会がね通しちゃったらそう苦しくなっちゃうよねっていう話のことが昨日ありましたね。相互関税は結局発表されなくて、ね、4月2日どうなるのよって感じですよね。これ以上中国も対抗、今アメリカが中国に対して 20% の関税をもうすでにかけたんですよね。3月12日かな。で中国がやり返して 15% の農産物とかに対してかな、15%、10% から 15% の関税をかけたんですよね。じゃあこっちもやるよって感じで。こんばんは、深夜さん、いつもありがとうございます。昨日いらっしゃらなくてちょっと寂しかったかなっていう感じですちょっと私的なことですいません。でね、今関税の話してたんですけどね、中国もやり返したわけで、やり返したけどまたこれで相互関税、日本もね自動車関係今日本側はちょっと勘弁してくださいって言ってるじゃない。勘弁して、そんなのかけないでくださいって言ってるけど、中国とねアメリカはそうはいかないよっていう状態でやり合っちゃってるから、これに EU のがまたひどいね。アメリカのお酒に 50% でしょ、ウイスキーに 50%、でじゃあトランプさんは、200% ワインにかけますよ、ワインとかお酒に全部かけますよって言ってるから、もうほんとシャンパンなんか飲めなくなっちゃうよね、アメリカで。スパークリングワインくださいってことになっちゃうと思うんだけどね、1万円のものが3万円になっちゃうわけだから、もうアメリカだと100ドルのものが300ドルになっちゃうわけだから、ドンペリとかなんかデューティーフリーで160ドルとか、今わかんないけど、多分10年前ぐらいに160ドルぐらいで売ってたから、10年ちょっと前に。今もう上がっちゃってるかもしれないけど、200ドルとしたってね600ドルだよ。600ドルのドンペリ飲めないでしょ。やば。スパークリングワイン25ドルのでいいですってことになっちゃうよね。いやいや、この関税戦争どこで終わるのか、全く見えない。本当にまずいですよね。こういうのから結局昔も戦争って起きたわけだし、で中国が今度レアアースとか今アメリカに卸してるもの、卸してるっていうか売ってるもの、そういうのに制限かけますからって言ってるから、今度携帯とかパソコン、そういうものがめちゃくちゃ値上がりするっていう可能性はあるし、で日本なんかは全部そういうのは他国から仕入れてるから、また物価が上がるよね。物価が上がらざる得なくなるから、サイパンももちろんそうだし、サイパンなんか全部輸入品なんだから、輸入っていうかね、
輸送費がかかる。いくらアメリカ製といったってどんだけかかんじゃっていうことになっちゃうから、今ねちょっとこの間だって聞いた話でも、ワインをちょっと日本に運びたいんだけどって言ってお願いしたら、12本で12本日本に運ぶのに$500 $500かと思ってちょっと考えちゃうよね。そういうの、輸送費がとにかくここから運び出すのにも入れるのにもかかるから、今アメリカに対してサイパンは輸送費をうちの島はそんなお金がないんで輸送費をいろいろ補助してくださいなって言ってアメリカにいろいろそういうとこまでお願いしてるんだけど、まあ無理でしょうね。今トランプ政権で誰だっけ、イーロン・マスクさんは全部いろんなものをカットしようとしてるわけだから、でそれの一環としての昨日のトランプ大統領の、教育委員会なんかいらんっつって、あんなの詐欺とか横領とかそんなのに使われてるだけなんだって言って州は州で各州でやれと、アメリカがそんなのアメリカ本土で管轄する必要はないじゃんって言って、お宅の州で全部やってくださいねっていうことでサインしちゃったんだけどね。議会がねどういうかね、もう格差がつくのはもう目に見えてるから、貧乏な人は大学行けないとかそういうのは絶対出てくるしね。いや人事じゃないわよね。私が大学行くわけじゃないけど、もちろん貧乏には寄り添っちゃうよね、ちょっとね。ってそんなねヘルプしてあげてよって思うけど、昨日の配信見ました。見てくれたんですか？ありがとうございます。大きい中華屋さん、名前変わりましたね。前なんだっけ、ダイヤモンドダイニングだった。マクドナルドの海側の焼肉食べ放題なくなったよく言ってたんだ。ニンニクやグロットはどうなんニンニクやグロットってどこにあったの？どこにあったっけ？私昨日ちょっと待って、深夜さん、私多分その辺歩ってましたよ。ロリポップちょっと待って、ロリポップあったし、遠藤さんの元ビルがあって、焼肉屋さん、もともと食べ放題の焼肉屋さんがあって、海でしょ。全部取ったよ。グロットどこ？ちょっと待って、あれだってもうちょっと昨日の続きの映像を見てみましょう。あれグロットどこ行った？とりあえず昨日の続きの映像にします。昨日配信が間に合わなかったところですね。これ昔遠藤さんのビルだったところで、下が1階が焼肉屋さんだった食べ放題のビルですね。でこんなところにねポーカーがありました。もう1個ポーカーなんかないと思ってたんだけど、ガラパンに結構ありますね。でこれお店なのかなって、これでいいのかなって思いながら、ちょっと恐るロリーポップのそれが歩ったって、これちょっと映像を見てくださいね、この続きね。でこれね、なんか
いやーちょっともうどっかから持ってきたものを売ってんのか買い取って売ってるのかちょっとよくわからないんですけど、ボコボコボコって荷物っていうか物が置いてあって、人は取っちゃダメって言われたから取らなかったんですけど、もうこれ売ってるんですよ。これってオキュパンシーとかこれでいいの？これも通ってるのって感じですよね。これ何でもありの状態じゃんね。通路という通路っていうかね、怖いけどちょっと中見に行ってみましたね。これね、中まで入ってみたけどちょっとその奥は怖くて行けなくて、こういうのも売ってるんだけど、これでこういうだからね、オキュパンシーも何でもありっていう、ここ病院ですね。M なんとかっていう病院で、この隣にこういうのができてて、で靴とか売ってるんですよ。で中入らせてくれなくて、グロッとどこだ？盗品屋ね、ほんとね、そんな風に思えちゃうよね。あ、ちょっとここもっとその焼肉や食べ放題のところがこういう綺麗な可愛い感じになって、今パンケーキ屋さんになってたんですよ。で終わってたんですけど、お店開けてくれて、ドア開けてくれて中取らせてくれて、ちょうどね6時で終わりだったんですって。でパンケーキが13ドルぐらい、12、3ドルぐらいで、パスタが安いの7ドルちょっとなの。ちょっとびっくり。昼間しかやってないんですけどね、ちょっとびっくりでした。どこ行ったグロッと。あれで歩いたよ私。病院のところまで行ったんだから。ちょっとね、グロッとどこ行ったんだろう。深夜さん、グロッとどこでしたっけ？見てない。靴屋さんの手前ってこと？だって歩ってったよ私。ガソリンスタンド、ここから靴屋さんまで歩ってったんだよ。その間にある？昔の領事館の海側にグロッと。昔の領事館ってだって昔の領事館とかあれでしょ？堀口ビルディングのとこでしょ？これは遠すぎるよ。堀口ビルディングまで行かないでしょグロッと。あれどこ行っちゃった？あれれれれ、あれどこにあったグロッと。歩ったんだけどな。中華屋さんの昨日の映像の中華屋さんのところに車止めて、今日はもうちょっと違う映像がいっぱいあるんですけど、盗品やってちょっと笑っちゃった。わかんないですよそれは。あれはグロッとどこ行っちゃったかな。いや私歩ったんですよ全部。あそこ病院とこまで全部建物取ったけどな。あれ靴屋さんとあるとしたら靴屋さんとガソリンスタンドの間だよね。取ってるなんか見つけぐるっといなくなった。私の目が悪い？おかしい。ここまで私歩ったんですよ。私車じゃなくて歩って中華屋さんから歩いてここまで来たんで、この右隣
ってことかな。あれれれ、この辺にあったよね、グロット。ロリーポップがあって、ロリーポップ昨日出したんですよ、映像。もう一回見ていきます、近いうちに。まだやってない時間だったのかな。ちょうどね、5時半から6時ぐらいの間に、5時半だ、そう6時までには帰らなきゃいけないなと思っていたんで、5時半ぐらいにこの辺うろうろしてたんですよ。だから電気がちょうどつき始める、ネオンがつき始める頃だったんですよね。中華屋さんの前から歩き始めたから、電気ついてれば分かったはずなんだけどな。おかしいな。スタンドよりススペ側だったような。スタンドよりススペ側でしょ。だからロリーポップよりススペ側でしょ。ロリーポップと今の靴屋さんの間に、この一帯がロリーポップで、スタンドの手前だっけ。ほら、ロリーポップから映像カメラ向けて靴屋さんが映ってたんだよ。で、あの靴屋さんまで歩いたんだよね。あれれれれ、どこ行ったかな。あれどこ行っちゃったんだろう。もう一回見てきます。どこ行っちゃったんだろう。あの病院より向こう側ってことないよね、グロット。向こう側かな。向こう側なのかもしれないということにしておこうかな。ちょっとジョリビーの海側でしょ。ジョリビーの海側、教会の手前でしょ。教会は映ってたから。でジョリビーの建物の手前にポーカーハウスで、ポーカーハウスの前に靴屋。ちょっと頭全然グロッと見えなかった。でもね、あのビルグロットのビルってわかるんだけどね、ちょっとへっこんだ感じになってるビルなんだけど、うわー、ほらこの靴でしょ。この右側にあるってこと。うわー、わかんないや。わかんないよ。わかんないよ、全然。全然わかんないや。ポーカーハウスは前なかったよ。なかったよね。ポーカーハウスなかったのよ。それでできてたからちょっと映してみたんだけど、バイアンドセールっていうとこのビルもなかったし、ビルもあったけど、最近できたけど、ここ 7,8 年の間にできたけど、あんなバイアンドセールなんてなってなかったから、ちょっと撮ってみたんだけど、グロットは海じゃないんか。グロットは海でもあるんですけど、
料理屋さんがあったんですよ。ニンニク屋さんっていう。そこがどっか消えちゃったんで、どこ行っちゃったんだっけな。あれ、ちょっと悩んじゃうの。ここでしょ、右歩いてってポーカーハウスを映して、あそこが教会で、ブルーの建物がジョリビー、ブルーの屋根がジョリビーで、カメラを右に振って靴屋さん。あれ、ほらないじゃん。どこ行った。ぐろっとどっか行っちゃいました。わかんないですね。今度見ときます。わかんないやこれ。いやいや、こんななくなるかね。なくなるわけないけどね。なくなるわけないから、どっかにあるんだと思います。思われるんですが、あれれ、ちょっと待って、パソコンフリーズした。タウンホールディングスの子かな。ポーカーハウスから手を引いた。いやー、全くわかんない。ポーカーハウスやってたんだ。それも知らない。そこがフリーズ、フリーズで、ちょっとなんかフリーズしちゃってますね。おかしいな。動いた。タウンホールディングス、ポーカーハウスやってたんだ。知らなかった。それ自体を知らなかったです。ちょっと本当に知らなくて困っちゃうね。で、なんだっけ、何の話してたっけ。関税の話だっけ。何の話してたっけ。忘れちゃったじゃん。関税の話してたっけ。そうアメリカはだから中国からのアルミニウムと鉄 25% の関税をもう適用し始めちゃったんでね、12日から。で、4月2日から自動車税の追加、自動車も追加しますよとか、もう日本にもそういうことを4月2日からやりますよって今言ってんだけどね、日本は勘弁してくださいよって、なんとかならないですかって言ってて、中国はやるならやってみろ、こっちもかけるぞと、レアアースを出さないとどうすんだってやってるんで、ちょっとね、これもうほんと物価が上がっていくことしか考えられないし、で、アメリカがもし仮に60% かなんかの関税を日本にかけるとかって言ってたでしょ。あれはどういうことなんだろう。ただの脅しなのかな。そうすると日本の GDP は 1% 以上落ちるよね。ちょっとね、日本から何からすることは、アメリカにすることはないと思うんだけどね、アメリカはもう結構強気でいろんなものをかけてくる。強気はしょうがないんだけど、アメリカはやっていくとなると、これもう EU とのことが怖いよね。グロットはマックよりもガラパン側です。グロットはマックよりもガラパン側？マジ？じゃあ通り過ぎてるってこと？
深夜さん、グロットはマックよりガラパンがあって、じゃあ向こう側だ、あれ取れてないよね、あれれ、中華屋さんよりは、中華屋さんの目の前がガソリンスタンドだったから、ガラパン側っていうか、ほのさんこんばんは、ありがとうございます。コメントちょっとびっくりしちゃった。グロットはマックよりもガラパン側だった。そうですか。そうなんだ。じゃあ通り過ぎちゃったんだ。中華屋さんに車を止めたんだよね。で、タカのお店にソルティーズを見に行こうと思って、トコトコトコって言ったらソルティーズもなくなってて、ってなんか違ってると思って、そしたらスタッフの人が出てきて、ここで男の人が出てきたから、ここで働いてんのって聞いたら、そうだって言うから、で終わったのって聞いたら、終わったって言って、そうだったのか、年を取ったな深夜さんそうですよね。グロットはマークよりもガラパン側だって。ちょっと待って、そうなんだ。へえ。で通り過ぎちゃったってことですね。もうソルティーズを見に行こうかなと思ってこう行ったんだけど、ソルティーズっていうかね、タカがやってたなんかパスタ屋さんを見に行こうと思って行ったら、そこはもうこのワッフル屋さん、なんだっけ、スポンジケーキじゃなくて、なんて言うんだっけ、ホットケーキじゃなくて、なんて言うんだっけ、そういうもの、スイーツとパスタのお店になってて、可愛らしいもうお店になってて、でここ1年なんですって。日本からだから新しく投資してやり始めて、でタカは引退、ソルティーズの人は引退して、バーもだからやってない状態だったんですよ。そうちょっとね、時代は流れてるなって思いました。でパンケーキね、間違えます。パンケーキって言った私。パンケーキ屋さんになってて、でそのパンケーキ屋さんがなんかすごい、まだ食べてないし、その時はもう終わっちゃってたんであれなんですけど、ふわふわらしいです。ふわふわで美味しいって言って、前に来た視察団の人たちがそういうお店とかないのかなって言ってたから、そういうお店が欲しいよねって女の子たちが言ってたから、そういうお店ここにあったんだと思って、知らなかったなと思って、本当に知らなかったから、昨日ここに歩いていくまでは全く知らない状態だったんで、その視察団の人たちにも教えてあげられなかったんだけど、でもうね、もうなんということかね、言う人、そのお店の前から言う人、あとそのパンケーキ屋さんの外側をずっと撮ったつもりだったんだけど、逆ボタンを押してたのね。押すじゃない、録画と録画じゃないを逆にやってて、足しか映ってなくて、自分のもうこのお店の外側をね、38
パンケーキ屋さんの名前38。うわ、ここにメニュー出てきますんで、ちょっとメニューで名前パンケーキ屋さん、ぜひね、行きたい方、可愛らしいパンケーキ屋さんだったんで、この38、あれメニューに書いてない？見えないんだよね、私のサイズだと。この OBS のサイズだとね、イカスミぐらい見えるけど、38三つなんとかっていうパンケーキ屋さんだったんで、ぜひね、みんなサイパン来たら行ってください。あ、ここに名前書いてなかった、今。383つばちかな。止めたりできないから、これもうやり方わかんないからな。そういうことなんですよね。今新しくちょっとビジネスをサイパンでやるなんて1年前、もう落ち込んでる時ですよね。1年前って言ってたんで、勇気あるなと思って、お金持ちでしょうね、きっと。お金持ちじゃなきゃできないと思うんで。でも逆に言えば狙い時でもあるんで、これからもしかしたら増えるね。軍事化になっても、観光化になっても、どっちにしてもね、パンケーキ屋さんとかはご飯屋さんっていうのはどっちにしても必要なものだからいいと思うんだけど、でも勇気あるなって思った。日本人でもいたんだと思って、ちょっとね、びっくりしました。このさん、はい、パンケーキです。パンケーキ屋さん。パンケーキ屋さんができてて、ちょっとびっくりした。パスタが安いんですよ。$7.50とかでパスタが食べれるの。また出てきたよ。 Windows の以前のバージョンを削除しますか。なんでこれ出てくるの？ストレージの設定って意味がわからない。止まんないでよ。ちょっとなんかまた削除と無視っていうのが出てきたんだけど、これは一応無視でいいのかな。野原さん、すごいな、日本人。すごい日本人もいるっていうだけですね。すごくないよ、日本人今。私はこの靴屋さんとガソリンスタンドとロリポップと、そこにグロットは手前ですよ。どこ？これ手前の映像なんだけど、そこにあれがあるよね。あれ、いや、まだ位置関係が全然わかんない。もっとずっと手前ってことかな。ホナさん、ずっと手前ってことですか？ずっとガラパン寄りってことかな。タウンホールディングのビルがあって、ビザのビザのビルがあって、もっと手前かな。もっと海より、フィッシングベース寄りってことかな。なんかね、中華屋さんまで走っちゃったから、中華屋さんとこでとりあえずこう映し始めたんだよね。とにかくソルティーズのとこ行こうと思ってたから、そしたらなかったんだけどね。ほんと、とにかく時代は流れていましたよ。でね、今日はね、
綺麗な映像をちょっとお見せしながらお話ししようかなって。ぴょんとぴょんぴょんといかない？ぴょんと、あれどうした？なんで映んないよちょっと待って、これを消してのこっちか。これね、まゆきちゃんっていうね、ハート・オブ・ゴールド、たまにはこういうねいい映像も見なきゃっていうことで、ハート・オブ・ゴールドっていうダイビングショップと、歩く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 ってなんだよ、トレッキングの会社さんで、これねトレッキングの様子、ちょっと私からはもう字が見えないです、小さすぎて。タナパグとかなのかな、これ綺麗だね、浅くて。パウパウとかかな、浅く、パウパウこんなに石がないかな。こういうね、いろんなとこ探検隊みたいな感じで連れてってくれるんですよ。これタポチョさんですね。いろんなツアーをやってるんですよ。だいたい50ドルぐらいから80ドルぐらいだったな。途中でお昼休憩をしながらこうどっかね、いろんなとこ行って、山や谷、そして海、ほんと探検隊状態だと思うんだけど、どこだこれ、どこだかちょっとフォービデンアイランド、これ禁断の島ですね。綺麗だね、綺麗綺麗。ちょっと険しそうだけど、こういうとこね連れてってくれるんですよ。ちょっとね観光客同士で行けるようなとこじゃないんで危険だし、もちろんガイドさんいないとそんなとこに多分たどり着けないから、危ないから。今どうなってるか分かんないけど、昔はねなんか農場の中をこうずっと歩ってったんですよね。深夜さん、禁断の島フォービデンアイランド、綺麗ですね。ずっとねこれ農場の中みたいなところね、牛のうんちを踏みながらこう歩いて行ったんですよ。もうでも私が行ったのはもう25年とか25年前ぐらいだから今は道路ができてるかもしれないですけど。であとダイビングもやってるんですよ。これボートダイビング、綺麗ですねこれね。浅いな。ディンプルかな、違うかな、もう文字が見えない、こんなちっちゃい画像だと。OBS ね画像がちっちゃいんですよ、携帯みたいなところです。で縦型だから余計に字が見えないんですけど、みんな見てくれてる人見えてるかな、この文字。ダイビングが80ドルぐらいから、あとボートダイビングだと、体験ダイビングが100ドルぐらいで、100ドル前後でできてたんで、なんか安いなと思ったんですけど、2本潜っても100、さっき値段見たんだよね、120とか。なんか画像をくれないって言ったら、リハビリしてんのって言われてまゆきちゃんにリハビリ配信してますって言ったら、これくれたんだけどね。で値段を教えてくださいって言ったら、120ドルとか日本かなんかで110とか120なんですよ。安くて1本だと100ドルいかなかったぐらいだったんですよ。ダイビング、ビーチダイビングでね、体験ダイビングちょっと安かったんで、もうぜひこういう綺麗なとこ見てもらいたいなって感じですよね。来たらね、サイパンに。
とにかく一人で行けるようなとこじゃないから、こういうのは。しかし綺麗な映像だよね、みんなね。私の映像とは違って。何どこだろう、これは分かんない。ダイビングはお魚派、地形派。私ヤモリ派。お魚も地形も好きなんですけど、私は崖のとこだ、例えば万歳クリフとかドーンと落ちてるとことか、どこでもそうかな、グロットの真ん中出てってドーンって落ちてるのを見ちゃうと、もう壁に触っていないといられない人。壁がないと嫌。壁か地面をちょうだいって感じ。もう水面見ちゃうと怖くてしょうがないし、もう魚派。魚もいいけど地形もいいし、いいけど足がつくところが壁が欲しいタイプですね、私は。深夜さんは皆さんはどういう派かな。綺麗な青い派、地形派、お魚派。深夜さんは何は見ないと綺麗な海なはい、綺麗な海です。イルカさんですね。イルカさんたまたまいたのかな、イルカさんがね。こういうね、いろんなとこ連れてってくれるツアーもあるんですよ。ちょっと歩けばこういう綺麗なところに、ちょっと歩けばじゃない、ちょっと連れてってもらって歩けば綺麗なところに行けるし、後でねリンク貼っときますんで、もしよかったらお問い合わせしてください。で、スノーケル派スノーケルなんだ。でこれね、この今の映像をね、まさしくね、パウパウとか行って、もうでも今私が海に入るとしたらそれもしないかな。浸かる派、ちょっと温泉状態で塩に浸かろうかなぐらいの感じかな。海に入ったなんてないもんね。足は使ったけど、この間足首まで。あとは全く行ってないですね。でも綺麗に、みんな綺麗にね動画作ってますよね。まゆきちゃんはね、これインスタやってるんで、後でインスタのリンク貼っときますから、綺麗な動画見たい人はそういうの見てみてください。ディンプルですね。ボンさんは結構サイパン通ですね。サイパン通ですね。禁断の島とか行ってみたいですよね。もう何十年も行ってないから。行ってみたいって言ったら自分がちょっと今後悔した。そうでもない言ったな。そこほんと辛かったもんな。ディンプルはね、蝶々王だっけ、なんだっけ、黄色と白のねお魚がいっぱいうわーっているところですよね。もう何十年前のディンプルしか知らないですけど、あそこもね深くてね、下まで行くとね
番上ぐらいで18ぐらいあるからね。ボートダイビング綺麗ですよね。こういう海ぐらいね、綺麗な海ぐらい政府がもっと綺麗になってくれればね、ほんとまた盛り上がるとは思うんですけど、もう今のままっていうか、前政権のようなままじゃ絶対ダメだから、綺麗になってくれないと。今もだって動いてくれないから、同じなのかもしれないなって最近思い始めた。もう前政権とか前々政権とかと変わりがないのかなとも思い始めたから、これをね、今の政権は違うんだっていうふうに口では言ってるんだけど、それをそういうふうに思わせてくれるとね。チニアングロット映ってた？チニアングロット映ってた？これディンプルじゃないかな。今度さん、もうほんとサイパン2ですね、もしかしたら。こういう綺麗な海みたいに綺麗な政治になってほしいわ。本当に。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。釣り飲みます。釣り忘れてた。あいた。お待たせしました。よいしょ。ね、こういう綺麗な海にちょっと使ってみたいけど。ボヌさんもサイパンに来てダイビングする人なのかな。じゃあホヌさんだ。ホヌさんはあれ沖縄の方ですよね。違ったっけ？じゃあね、次の映像も出しちゃおうかな。綺麗な映像ドンね。アクアスミスさんのね、美味しそうなお魚付きのビアフィッシング。こんなに自由にね、海なんか潜ってってお魚つけたらね、どんないいなって思うんだけどね、自分の食べるものついて取ってきて、さゆりかなこれ。美味しそうだな、美味しそうだなとしか思わないんだけど。
これにもね国家級のスペシャルになるライセンスがあるっていうから、でダイビングもそうだけど、ダイビングもライセンスを取って潜るんだけど、これも体験みたいにスピアフィッシングの体験みたいなこともあるんだけど、スピアって何が大変かって自分で潜っていかなきゃなんないから、重りとかはつけるんだろうけど、ちゃんと潜れて、うわびっくりした、にゃにゃ、ちゃんと潜れていかないと。釣りバカのおっさんは元気かな。誰かな、釣りバカって。誰かな、釣りバカって。この間ね、海に行った時に英語で話しかけたら日本人ですって言われて、こっちにホテルに働いてる人だったんだけど、ホテルに働いてるんですよなんつって、あ、そうなんだ、すいませんって言って、何釣ってんのかなと思ったらアオリイカ釣ってて、美味しそうだった。まだ釣れてなかったけど、釣れてたか分かんないけど、アオリイカは海の中にいっぱいいた。多分網ですくった方が早そうだった。美味しそうだなって思っちゃうね。お店で売ってるイカを食べようとは思わないんだけど、これすごくない？なんか海の中でさばいて全部内臓を出してきちゃうってすごいなと思うし、釣りバカのおっさんって誰かな誰かなちょっとわからないな。釣りの人とかと絡んだことがない。釣りをお客さんではいるけど、もちろんお客さんでは釣りをする人いっぱいいるんだけど、こっちに住んでる人でいない。これ何なの？アジ？美味しそうだな。アジかな、これ。アジみたいな形してるよね。これ音出てんのかな、これ。忘れてた。これ音があるんじゃないの？音があるといいね。こっちか。ね、刺してすぐこう大きいアジかな、これ。みんなアジに見えるけど、アジってこんな大きくないよね。ロウニンアジかな、 GT かな。まあ美味しそうな映像なんで、なんだろう、こういうこともね体験できるわけで、サイパンではなんか全部アジにしか見えない。かすみなんとかってやつかな、違うか。ちょっとでたらめばっか言いそうだからやめよう。綺麗な映像で、ちょっとお魚さんが怖いっていう人はやっぱりさっきのどこ行ったかな。お魚さんが怖いっていう人もいそうなんで、こっちの映像ドーンってね、リゾートの映像に旧トニノスの横の狭いブースで釣りバカ名人って店をやっていた韓国人のおっさんいたな。
たいたいたいたあ、いたね。不動産屋かなんかもやってんだよね。不動産屋かなんかなんだよ確か。不動産ブローカーかなんかを韓国の人とやってる韓国人なんだよ、あの人。いやー、見かけないな、見かけないなって。私がお外に出てないから見ないだけだと思うんだけど、全然合わないですね。全然合ってないですね。どっかには多分いると思うけど、会うことはまずないかな。会うことはまずないな。とね。ちょっと待ってください。どこ行った？あれ、映像がない。どこ行っちゃったな。日本語ペラペラのやり手のおっさん。あの人日本語ペラペラなんだ。あんまり喋ったことなかった。全然隣にいたけど、ほぼ喋ったことなかったかな。すぐでもいなくなったよね、お店からは。お店はすぐ辞めたと思うんだ。その後大家の息子が、シルバー屋さん始めたから、うちのシルバーの隣でちょっと意味わかんないけど今日22日でしょ。24日月曜日、サイパンも休みなんだけど、日本も休みかな。日本は休みじゃない？月曜日。ちょっとあれ、映像がない。サイパンはお休みで、アメリカがね、サイパンとアメリカがコモンウェルスっていう意味わからない意味わからなくないけど、初めて協定を結んだ日のお休みなんだって。それの記念日らしいですよ。昔はこの記念日に何かやってた、この記念日にも何かやってた覚えがある。ちっちゃなことを。その頃はね、まだパミットっていう制度でアメリカのルールにちょっと従って、1900、もうずっと前の話だからね。1900何年って書いてあったかな、調べたんだけどな。190070年代の話でこのコモンウェルスっていうのになったんだって。でも自分たちの民族と移民制度をこう維持するために、それを条件としてアメリカと協定を合意をしたから、コモンウェルスっていう状態になって、サイパンは援助を受けるようになったんだよね。で、この間話902っていう協定を1990何年かね適当になっちゃったな。90何年かに、うちは縫製工場があるからいらないよって言って突っぱねちゃって、シルバーといえば
最初なんだって、見えないちょっと待って、見えないああ、おい何やってる。びっくりした。シルバーといえば最初シルバーショップ高くないという店名に笑った記憶があったね。高くないの人もうちに散々嫌がらせされたね。犬とか連れてきてさ、うちの店すごい狭かったわけよ。1店舗目多分何畳ぐらいっていうの、10畳もないよね。8畳ぐらいのお店だったんだけど、6畳ぐらいかなのお店だったんだけど、そこに石を散りばめてあったんだけど、そのお店に犬連れてきて、本当にえらい目にあったことあるよ。嫌がらせひどかったね、あの頃は。犬もいたし、そういえば深夜さんは知ってると思うけど、近かってたとこにミュウがいたんだよね。ミュウ知ってる？ミュウがいて、ミュウがジャンプしてたまに外に出るわけで、うちの店はそのミュウに一回バタってやられたことがあるの。バタバタってジャンプして柵から乗り越えてきちゃって、ミュウがガラパンをこうダチョウのようなもんだから、あれ怖いよ。ミュウかなり。あのミュウはどうしたんだろう。ミュウは1匹だけだったから、1羽だけだったから、つがいじゃなかったからね、もうお亡くなりになっちゃったかもしれないんだけど、高くないとかあったね。あった三越で売ってたこととか意味わかんないこと言って、三越の前で売ってたっていうことだったらしいけどね。夕方三越の前のとこに路上でこう売ってたっていう意味合いのことを言ってたらしいんだけど、本当もうびっくりだよね。どこ行っちゃったんだろう、わかんないけどあったといえば。しかし古いな、深夜さん古くて面白いガラパンの映像でも出しますか。ちょっと待ってあれ、これだそうそうまあサイパンがだからコモンウェルスになったのが3月24日の記念日なんですって。で2009年まで結構アメリカが入るのをサイパン側は意外と止めてたんだよね。で2009年にだけど移民制度が全部統合されて、昔のパーミットっていう賄賂をたくさんの賄賂があれば取れるようなビザ、あれがなくなったんだよね。今の制度にCW っていうのが入ってきて、ミュウといえばミューズもないでさミューズね、古いな、しんよさん。ミューズもないね。ガラパンスクエアにあったね。ガラパンスクエアにそういえばありましたね。
あった。ミューズイタリアかなんかの、イタリアとかの小物とか洋服とかですよね、確か。私も何個か昔買った覚えがある。ミューズ行ったことあるな、ありますか？ミューズね、今はないですね。この間猫がいましたね、そこにね。猫が店舗の空き店舗の中に猫ちゃんがいました。みんなはダイビングとか、深夜さんはシュノーケリング派で、みんなはダイビングしないのかな。みんなダイビングしないですか？しないの？なんかコメントくださいな。できたらコメント欲しいな。ダイビングしないのかな。サイパンに来てやっぱり楽しみはゴルフっていう人もいるしね。やっぱりなんだっけ、ゴルフがしたいっていう人が多いのはないとないと何ないとダイビングのね、ダイビングのないとね、ナイトダイビングね。ナイトダイビングする場所もないですよ今や。本当に悲しいことにね、ナイトダイビングもする場所がなくなっちゃったんで、ちょっとはナイトダイビングするとこが欲しいですよね。これナインティナインの映像じゃなくて、もうちょっとガラパンの街の映像を探してたんだけど、どこ行っちゃったんだろう。こっちかな。もうちゃんと書かないとダメだな、何がこれっていうのを分からなくなってしまいます。リーブさんこんばんは。あれ消えた画面が。何何映った。びっくりした。放送事故や。ちょっと待ってね。変換伸ばして変換。よし。やっぱりゴルフがやる人はね、ゴルフやりたい人はやっぱりあれかな、夜とかも遊びたいでしょ。ポンさんはどこ行っちゃったかな。ポンさん
夜のね遊びがないとねやっぱつまんないっていう意見が多いから、ね、ダイビングする人って意外と夜寝ちゃう人多くないですかね。そんなことないかな。次の日早いから寝るって、カレー屋サンディの話で盛り上がってた時代が面白かった。いましたね。あれサンディっていう子いるんじゃないかな、いないのかな。いないかもしれないな。昔ねあれいなくなったんじゃないのっていう時にふっとね会ったことがあったのね。であれは帰ったんじゃないのって聞いたら、いやいやいやいるよとかって言って、アメリカに一回行ったんだけどとかっていう話を一回いつの時代か忘れちゃったけど会ってしたことがあった。みんなね結構帰る人も多くなったりで、ほら CW になって CW が普通に取れてたのに、つい2、3年前一回 CW がなんかこうギュッとされてその時になんか一回帰らなきゃいけないとかって言って、一回帰ったはいいけどその後降りないとか、半年待たなきゃいけないとか、そういう時期があったんだよね。これ昔のパーミットの時もあったよね、確か。ギュッとされてね、パーミットの時代にもなんかね、いろんな政府に1万ドルいきなり1人1万ドル預けないとパーミットが下りないっていう時代もあって、あの1万ドルどうなってたんだろうな思うけど、未だに思うんだけど、あととにかくギュッギュッってところどころでたまにやるんだよね。5年間いた人はもう半年お外に出なきゃパーミットが取れないとか、そういう感じのことを、だからついこの間も CW でそれをやったんだよね、ギュギュッと。で取れないで未だに帰ってこれない人もいるわけで、その人は今、サイパンで中華屋さんをやってるオーナーさんなんだけど、もう人に任せてホテルとアパートとやってるんだけど、人に任せてやっぱやってるもんね、中国にそのまま帰ったまま。その方が気も楽なのかもしんないしね。別にサイパンに住んでなくてもいいや状態になってると思うんだけど、なんで、あとなんか移民の今日だっけ、大統領令で昨日かな、これも昨日だったかな、移民の昨日だったかな、直接サイパンには今んとこ関係ないんだけど、あれどこで見たっけな、今んとこね関係ないんだけど、CH 忘れちゃった、なんとかプログラムっていう、だから CW みたいな特別なビザで、アメリカにはない特別なビザで、紛争とかほら健康問題人権侵害やなんだっけ自然災害なんかでどっかの国を追われてこうアメリカに入ったような人たちに出た特別ビザみたいな感じだよね。特別にできたビザ CH なんとかって言うんだけど、
忘れちゃったけど、その人たちを500何十万人かな、何人って言ったかな、相当な数を追い出すんだよね。500じゃない、53万人だ。また桁間違えるとこでした、ごめんなさい。53万人。そう、それは覚えてたんだ。そのビザで入国した人たちをもう面倒見きれないよって言って、そういうビザはやりませんって言って、いきなりやめますって言ってトランプ大統領が発表してで、昨日だっけ、昨日だよな、昨日の夜中かな、発表したの。今日の朝ぐらいで、アメリカから4月24日までに出国してくださいって言ったのね。そんな1ヶ月でどこに出ろっていうのよって感じだと思うんだけどね。もう私そんなこと言われたら無理。前はマニャガハ島近くはいつもパラセーリンが飛んでたのに、そうなんですよ、飛んでないんですよ最近。全く、ほら猫いるでしょ、猫。全く飛んでないんですよ。この間一つ見ましたけど、韓国の業者の人が飛ばしてるって言ってましたね、今ね。全くいないのよ。見に行ったんだけど、この間も見に行ったし、昨日も見たし、昨日も見たけど、海に人がいない。本当にどこ行っちゃったのって感じで、この移民の問題また戻っちゃうけど、どんどんコメントくださいね。移民の問題、こういうね、トランプさんみたいにいきなりこのビザは認めないって言われても結構困ると思うんだよね。で、1ヶ月前に1ヶ月でしょ、1ヶ月で出てけって言われても、なかなかね、人事じゃないなと思うのが CW ってビザがやっぱ同じようなビザなわけね。似てる、種類的には一緒。なんて言ったらいいんだろう、移民政策の中でちょっと違うのはやっぱりサイパンは外国人がいなきゃやっていけないんだから、この島はローカルだけで、グリーンカードの人だけで回せなんて言われたらもう絶対に生きていけない島だから、そのために CW っていうものを出したわけで、なんかね、サイパンってやっぱり多国民、中国人とか日本人はほらまだアメリカのアンダーみたいな状態でいるからあれだけど、今は韓国もそうだけど、韓国もどっちかって言ったらアメリカのアンダーみたいな感じでいるけど、中国はちょっと違うでしょ。アメリカのアンダーではいられない国だから。でもそういう人たちが移民として流れやすくなるのがサイパンって言って、やっぱアメリカは目をつけてたから、サイパンはどんどん厳しくなってきたらしいんだけどね。追い出すわけには絶対いかないと思うんだよね。フィリピン人とかほら、どんどんサイパンを使ってアメリカに本国に入ってくるっていうことで、どんどんビザのシステムを厳しくしたって書いてあったけど、こういうこのなんとかっていうビザもう厳しくいきなりしちゃうっていうのは、合法的にだってこの CH なんとかプログラムっていうのも合法的に全部許可されてたビザなのに、いきなり1ヶ月後には出てってくださいって言われてもちょっと困るんだけどねって感じなんだけど、53万人だよ。
53万人がアメリカからちょっと出てってって言われちゃうっていうのは、トランプさんの一声で結構やばくないですか？どう思います？ 53 万人ってこの島の何何十倍なの？この島に住んでる人そんなにいないしっていう感じなんだけど、こんだけの人をアメリカから追い出しちゃうんだから、もう本当にすごいなって。こういきなり変える、教育庁の問題もそうだけど、いきなりそういうシステムを変えるわけでしょ。本当に驚きなんだよね。いろんなことがボン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 出てくるから、この下手にだから今中国人とかフィリピン人の人、日本人はまだ意外と、日本人や韓国人ってほらアメリカとの国交があるからあれだけど、フィリピンもあるのかな。中国の人はないわけじゃない。敵対関係なわけでしょ。アメリカとは一応ピリピリしたムードっていうの、そういうところだから、今里帰りとか中国とかにしちゃって、いきなりそういうバーンって制度ができたらっていうのを考えると怖くて帰れないよね。里帰りとかもできないよね。いつトランプ大統領が発動するか分かんない。で3月の24日から28だっけ、3月24日から28の間にいろんな関税、相互関税やなんかの発表がまたあるでしょ。昨日あるはずだったのに、昨日結局教育の方しか言わなかったから、どうなるんだろうって、何をしてくるのかなって。教育の方となんだっけまた忘れちゃった。その合法な人たち、合法のビザ CH なんとかってやつね、 CH 米の人たちを追い出すっていうことを決めちゃったわけだから、本当に何にサインするか分かんないよね。いずれにせよ移民の問題はもう決まっちゃってるけど、その4月23日まで出てってくださいよっていうのはもう決まっちゃったんだけど、教育の方はまだ議事の方が通ってないからまだわからないっていうところで、こんなのね結構サイパンには大問題。本当に大問題。貧乏な州には大問題だよね。こんなにアメリカさんきつくしないでよって思うんだけど、ちゃんとやらない、言い訳としてはちゃんとやらない人が多いから、政府の中に多いから、汚職、賄賂、詐欺、そういうことが多いから、そういう面のところをみんな切っていくっていう状態でトランプさんはサインしたんだよね。そういうことがねやっぱあるわけよね。今のサイパンにはないと信用したいんだけど、でも警察も何も動かないからね。あんな強盗事件で1年も動かないんだよ。私の商品を持ってるんだよ、あの人たちは。それなのに返しても来ないし、銀行のあれも何にも言われないから、死んじゃえばって言われてるようなもんだからさ、本当おかしい状態なんだよね。誰もね、AG オフィスってなんていうの、法務長官、法律の長官さえもう何も動かないから、最近また昔と変わってないのかなって思うようになってきたよね。
どっちもね連絡よこさないし、今日も土曜日でしょ。3月も終わろうとしてるからね。その一番手前の事件だって1年2ヶ月経つわけだから、ほんと死んじゃうよ普通。一番怖いのは殺そうとしてるんじゃないかっていうところにたどり着いちゃうともっと怖いよね。こういう YouTube とかで言われちゃう前に。で実際そういうことが起こったわけだから、言われちゃう前に殺しちゃおうっていうことが昔12年前に私はやられてるから、そういうことが起きてるからそういうふうに思うんだけど、ほんとね、ほんと海のように綺麗な政治になってほしいよね。海だけが綺麗なのかって感じ。綺麗な政治でちゃんとポリスも動いてちゃんと稼働するようになってほしい。じゃないとね、ほんと投資家も増えないって、ね、この間の詐欺にしかりでしょ。80億ドル80億ドル80ドル違う80億ドルだよね。80万じゃないよね。80億ドル1億80万ドル80万ドル80万ドルか。そんなのを、詐欺にしちゃうところでありね。ちょっとテニアンが怪しいし、雲行きがよろしくないし、カジノ絡みもなんだかよくわかんないし、透明にしてほしいよね。もっと透明に。もう透明じゃないからトランプさんがいろんなものを排除していくんだから。ビリヤード屋もないビリヤード屋さんない。もしかしたらあそこなんだっけ、角っこのとこなんだっけ、角っこジョニーズバーにあるかもしれないけど、中に前は中に1台はあったと。なかった？ 1 台あった気がするんだけどな。ビリヤード屋さんっていうのがないよね。前はビリヤード屋さんがあったのにね、なくなったね。そういう娯楽もないじゃん。ボーリング屋さんだってやってんのかな。あれボーリング屋さんあそこまで行ったのに、目の前まで行ったのにやってんのかやってないのか確認しないで帰ってきちゃった。ちょっと失敗だよね。ビリヤード屋もないわ。そういえばそういう娯楽施設もないもんね。よく観光客の人とビリヤード屋さんとかは行ったもん。ビリヤードやりながら飲むみたいなね。カジノ復活してもうちょっとカジノって言って宣伝すれば絶対お客さん帰ってくると思うんだけどね。中国便が飛ばないと大金持ちは帰ってこないけど。そういえばそうだ、ホクアスミスの人がやっぱ言ってたんだけど、台湾便なら飛ばせるじゃんって言ってたんだよね。中国はね、そういうピリピリ関係だとしても台湾は何でもないんだから、台湾なら飛ばしていいのにねって。台湾もね相当なお金持ちがいるところだから、台湾便の直行便飛ばしてほしいよね。
そういうのもだから今の政府が断っちゃったっていうか止めちゃったのかなっていう感じはあるっていうふうに思ってる人の方が多いしね。台湾便ならピリピリないもんね。中国との関係の方ではないわけだからさ。中国とは揉めてるけどアメリカとは揉めてないわけだし、台湾ならお金も持ってるし近いしいいリゾートだよね。もうちょっとね、ほんとなんとかなんないのかなって韓国。とにかく援助はするんだよね。来なくなると例えばだから韓国の便にも$4000は援助しますよって言っといてやっといて、お客さんが来始めるともうやめたっていきなりやめるから、徐々にやめるとか、なんでそう考えないのかなって。$4000だったものを$3000にしますよとか、ちょっとずつ気づかない間になくなっていくならいいけど、いきなりやめたって言うから向こうもやめたってことになっちゃうんだよね。いつもそういうやり方なんだよね。日本の空港の時もそうだよね。日本の飛行機の時もそうだよね。援助してて飛ばして飛行機が止まる料金なんて言うんだろう、停泊料みたいの、ああいうの安くしますよって言ってて、いっぱい来るようになったらいきなり上げるんだよね。台湾の人は日本人が好きそうね、台湾の人は日本人が好きだよね。台湾の人は日本行くことが好きだよね。日本が好きだよね。サイパンも来てたよ、台湾の人。でも台湾の人が怒るのはなんかね、台湾のパスポートかな、アメリカ例えばサイパンでビザを取ると台湾ニーズじゃなくてチャイニーズって記載されちゃうんだって。すごい怒ってた台湾ニーズだって言って、台湾人なんだからなんで中国人って書くんだって言って怒ってた人いたよね。人種勝手に変えられちゃうのは困っちゃうよね。そういうので怒ってた。何度話してたんだっけ、忘れちゃったちょっと2分ぐらい巻き戻して聞かないと分かんないわ。なんだっけ、何話してたっけ。ここね、タイ料理のお店ね、ガラパンの角っこにある新しいタイ料理のお店。何話してたっけ、忘れちゃったダメだな。なんで消えるの。3秒前のことをすぐ忘れてしまう。なんで消えるのこれ。びっくりした。3秒前のことをすぐ忘れてしまうからちょっと困っちゃうね。なんだっけ。ダメだ、本気で思い出せない何の話してたっけ。ちょっとヘルプミー誰も助けてくんない何の話してましたっけ。忘れちゃったじゃん。めちゃくちゃ忘れちゃったから、さっきのまゆきちゃんの話でもしようかな。ダイビングツアーワンダイブ1日$65だって。めちゃくちゃ安くない？安くない？普通か。2ダイブで$100、ビーチダイブね。で
1日3ダイブっていうのもあんだ。ビーチ$150だって。1日1ダイブ$50になるんだ。安いね。ナイトダイブが$85、早朝ダイブが$85、リフレッシュダイブ$120。久しぶりのちょっと不安な人だって。体験ダイビングが$75。せっかくだからそういう話するんならその映像を出してって感じ。そんな映画のタイトルありましたね。なんとか消しゴムがあった私の中の消しゴムだっけね。あった本当忘れちゃうんだよね。今話してたことは本当に忘れちゃう。やばいよね。何しに行ったかも忘れちゃうんだから。水取りに行って何しに来たんだっけなってほんとやばい。私の中のイレーサーです。やばい年なんだろうなね。今これやってること自体がもうリハビリだからね。リハビリ、口が回んなかったのを一生懸命回るようにしてるっていう感じ。頑張って回るようにしてる感じちょっと待って、あれせっかくまゆきちゃんのダイビングの話しようとしてるからダイビングの映像を出したいんだけど、ダイビングの映像を出したい。だって出たこっちを閉めて閉めて、ダイビングの映像を出したいと思って。コメントくださいで、アドベンチャーツアーっていうんだ。禁断の島とかの大人で$80、オールドマンバイザーシーで$65。そのぐらいなんだね、やっぱりね。体験ダイブ$75だからいいね。1万円ぐらいで遊べるっていうことだもんね。いいよね。体験ダイビングとかやると一日疲れるもんね。十分遊んで1万円で綺麗な海を見れて。あれどっか行っちゃった。あったもうね、 OBS の使い方とかもまだほんと慣れないっていうかもうね、もう自分の押すところしか覚えられないから、他に試すことができない。いろんな設定ができなくなっちゃうと怖いから。設定がまた元になんかパンって戻っちゃったり、なんか映んなくなったら怖いから、試すっていうことができないからちょっと怖いんだよね。でそうこれだこれ浅井くんのスピア体験コースっていうのもね、1人だとマンツーマンだと$150って結構いい値段するんだよね。2人だと$120っていきなり$30も安くなる。3人だと$110、4人だと$100。体験コースでもいいよね。お魚食べれるから。食べれないのかな。食べれるかもしれない。でレンタル料が本当はかかるけど、
この辺ね、手盛りとかスピアガンとか15ドルとかね、5ドルとかいろいろかかるらしいんだけど、うちの登録者はチャンネル登録者は無料だって。いいくない？ 8メーター潜ってお魚が取れるようになるはずって言ってるから、そういうのもね、ちょっとサイパンに来て、とにかくね、飛行機飛ばなきゃ来れないもんね。13回しか飛んでないんだっけ。13回は週3回だと結構不便かね、みんなね。うちのお客さんで朝便が出たら、朝便、早朝に飛んで昼頃に着く便、朝飛んで昼に着く便が出たら行くって言ってたんだよな。夜中飛んで朝着くとか、今は中途半端に着くんでしょ。今は中途半端な時間に着くんだよね、確か。忘れちゃったけど、ちょっと今度調べとこう。また中途半端な時間に着いて、夕方4時とか5時に着くのは嫌だとか、1日だから潰れちゃうのが嫌なんだね。夜着いて11時頃に着いて夜それで終わりとか、そういうのが嫌だっていうお客さんが多い。それで1日終わっちゃうから。で着いたところで、夜11時頃着いたところで何にもできないから、何もやってないんでしょって言われて確かに何もやってないかもしれないって。最近11時頃って言ったら本当に何もやってないから。昔はね、なんだかんだまだやってたからね、2時ぐらいまではなんだかんだ営業している店が多かったからまだ良かったけど、今ね、本当に夜の11時とかに疲れても食べるとこもないし、ね、飲むとこもそれこそないっていう感じだから、本当辛いよね。みんな結構早く閉まっちゃう。マッサージもうお客さんいなきゃ帰っちゃうと思うし、閉めちゃうと思うから、ねえ、11時に疲れるのは昼ぐらい、まだね、昼ぐらいについてくれれば、サイパンについてくれればいろいろやりようがあるんだと思うんだけど、朝8時の便で昼に着いたら午後からゴルフ行ったりっていきなりできると思うんだけど、ダイビング午後からしたりとかできるけど、夜10時とか11時に疲れても食事すらまともに取れない状態になっちゃうから、あれは困るよね。それが嫌だっていうのをね、お客さんが言ってたんだよね。朝飛ぶようになったら教えてっていうのを言われたんだよね。確かにそうだなって。夜10時ぐらいに着いてね、寿司屋の一つもないとか、寿司屋は海外だからなんだけど、焼肉屋の一つもやってなければちょっと寂しいかもしれないね。あとは何だろう、とにかく飛行機がないと何にしてもダメってことかな。みんなはサイパン来たら何をやりたいかね。
何やりたいですか？んゴルフに無無風、ゴルフに無風、ゴルフね。ゴルフ場はいっぱいありますよ。健在です。ゴルフは未だにあります。大丈夫。ゴルフ場はいっぱいあるから。サイパンゴルフってやってんのかな。そこ9ホールのとこ、あそこは分かんないけど、他のゴルフ場は18ホールのところはやってますよ、みんな。ラウランもやってるし、なんだっけラウラウしか出てこなくなっちゃった。ラウラウじゃなくてなんだっけ、COP マリアナはやってんのかな。マリアナやってんのかな、わかんないな。どうだろう。ラウラウ取ってきてよ。ラウラウ遠いんだよなラウラウ遠いんですよ、意外と。結構あるのよね。キングフィッシャーそうだ、深夜さんすごい。深夜さんのが知ってる。キングフィッシャー。そうだ、キングフィッシャーもあるよね。ある。キングフィッシャー忘れてました。遠いんだよな、いずれにせよゴルフ場って。遠すぎるな。機会があったら取ってきます。ラウラウは遠いよな、本当に。ゴルフやってる時は遠いって感じたことなかったのに、やらなくなっちゃったらすごい遠いと思う。でガラパンもうちから7分ぐらいなんだけど、車で。それでも遠いって思うサイパンゴルフは9ホールのゴルフでしょ。やってんのかな。やってないっていうのも聞いてないし、やってるっていうのも聞いてないな。どうなんだろう。どうなっちゃったかな。やってないのも聞いてないし、どうだろう。やってないのも聞いてないし、やってるのも聞いてないし。ガラパンの街どこ行った。ガラパンの街を。よし。やってないっていうのも聞いてないし、あそこ安いからね、ローカルの人は。いや、安いって言ったって10ドルぐらいはするんだろうから、手引きカートで。したらラウラウとか行くよね。いくらなんでもローカルは安いわけだから。高いとこじゃない、安くて手引きカートのとこは多分ローカルはあんまり行かないと思うんだけどね。どうだろう。サイパンゴルフ
ローカル20度ぐらいくらいで遊べてよかった。だってラウラウだって30ドルぐらいじゃなかったっけ。30ドルとか35ドルとかだと思ったけどな。サイパンゴルフって20ドルもすんの？手引きで手で引かなきゃなんないのに結構するんだね。ちょっと意外。15ドルぐらいで遊べるのかと思った。でサイパンゴルフはね、多分ね30年ぐらい行ってないと思う。1回ぐらいしか1回か2回しか行ってない。ボール打ったら牛に当たるとこだよね。牛とか鶏とかにパンって当たっちゃうからね、ちょっと怖い。出ないな。ガラパンの演奏どこ行っちゃったの？昔のガラパン、昔のじゃない今のガラパン。そこで20ドルするんだったら、だってカートに乗って30ドル、もう上がったのかな。上がってるかもしんない。時代が時代だから多分ね。8年ぐらい行ってないんで、ゴルフ8年ぐらい、もっと行ってないのかな。とにかく8年ぐらいは死んでたんで、誰とも話さず誰とも連絡取らずみたいな状態にいたんで、もうね、顔のね皮膚とかも落ちてきちゃって、もうこれはほんとババアになってやばいと思って喋んなきゃね、どうにもなんない。その近くのマクドナルドはあります？あるあるある。あそこのマクドナルドはまだありますよ。ガラパンのマクドナルドとあそこのマクドナルドまだある。どっちかっていうとあっちの方がメインなんじゃないかと思うけど、マックはある。マックも高いからね。日本の人ってどうしてもなんか安上がりにしようと思って観光できて、マックが近くにあるから行くんですとかってよく言ってた人がいたの。マック安いと思ってるって言ってマック安くないよ全然って言って、10ドルとかミールになんとかセットにするとだって10ドルぐらいすぐ行くよね。確か行かないっけ？行くよね。8ドルとかは行くな。10ドルは言い過ぎ？いやビッグマックとか10ドルぐらい行ってたと思うんだけど、いずれにしろ8ドルだとしても今の金額で言ったら2000円近くかかっちゃうわけだから、であそこまでよく歩っていくなと思うんだけど、ドリンク飲み放題がいい。ドリンク飲み放題なんてあるの？そんなの知らない。マックの中で食べたことないし、マックの中入ったことないんだけどマックの中で食べようと思ったことがない。ドリンク飲み放題なんてあるんだ、知らなかった。知らなかった。マックの中でだよね、もちろん。
マックの外ではそれは無理だもんね。すごく高くてびっくりした。マックがでしょ。マックがね高いよ。そうだからね、安くて行く、安いって思ってマックに行く人多いのよ。意外とマック安くないよ。100円セットとかあんなの絶対ないしね。ああいうのがあると思って行く人がいるんだよね、マックまで。しかも遠いですよ。結構歩くのに、クラウンホテル、第一ホテル、元の第一ホテルあたりからずっとマックまで歩いて行って、安いと思って行ったのに高かったっていう人。ピザハットランチ食べ放題も行ったことないですか？ない。ピザハットってどこにあったっけ？どこだ？ピザハット、ピザハット。どっかで見たな。ピザハット ABC じゃなくてエースのそばかな。あれ、ピザハットどこで見たっけな。あれ、ピザハットに行ったことがないタクシーの上にこうピザハットのあれをつけて走ってる人はいるけどね、ピザハット行ったことないです。どこにあったかな。どっかで見たな。多分ミドルロードの方だな。そうだよね、やっぱそうだよね、エースのそば。行ったことない。食べ放題なんてあるんだ。だってピザハットのランチ食べ放題って言ったって、ピザ食べ放題って言ったってどんだけ食べれるよって話なんだけど、お寿司なら20貫ぐらいいけるけど。何食べてますか？ご飯炊いて食べてますね。今日は麻婆丼にして食べました。麻婆丼ね、ナス麻婆。ナス麻婆なんかおかしくないか。ナスいいんだよね、麻婆ナスだごめんなさいおかしい、日本語もおかしい。麻婆ナス、これ YouTube のYouTube で自動で翻訳機能みたいに出るんですよ。字幕が出るようになってるんですけど、これ難しいよね日本語もまともに出てるのかなってちょっと心配、不安。今日は麻婆ナスを食べました。作ってね。ナスをこの間、ナスがねちょっと安かったんで買っといて冷凍してたから、ナス食べとこうと思って麻婆ナスにして食べましたね。昨日何食べたっけな。昨日食べたものはもう思い出せないな昨日何食べたっけな。豚だ。豚肉だ。豚肉を塩ごまだれで食べましたね、昨日ね。よかった、思い出せて。すぐ忘れちゃう。ちょっとごめんなさい、水持ってきます。
いしょ、お待たせしました。水取ってきました。水がないと喉乾いちゃって。浦島とか行ってそうですか？行ってないね。もうなんか浦島も、オーナーさんが変わったらしいんですよ。浦島に食べに行ったのは、多分8年前ぐらい以上前。こっちなんか移転したんですよ。それから一回も行ってない。それからとかじゃないよね。その前から行ってない。8年ぐらいは行ってないですね。もうだから外食なんか全然してないから、毎日お家で作ってますね。で、具合悪い時にはなんかお友達がちょっと作ってきて持ってきてくれた時もあったし、まゆきちゃんがね持ってきてくれたね、タイスープの味の、タイのなんだっけ、トムヤンクンの味のスープ、お野菜がいっぱい入った、あれ美味しかったんだけど、ライトハウスケンちゃんとこの奥さんが作るご飯がまた美味しいんですよ。なんかね、買ってきたみたいなね、お店で出すようなものを作って持ってきてくれたりしたんで、そういうのすごい美味しい。タイスープ飲みたいな。あれどこで売ってんだろう。なんかその素が売ってるらしいんですけど、うちのウーバーないよ。ウーバーないウーバー呼びたいよ。ないよ、ウーバーサイパンに。タイスープの素がうちのそばにはね売ってなくて、あれ美味しかったな。飲みたいな。なんか酸っぱ辛いのが飲みたい気分、食べたい気分。昔辛いのが一切食べれなかったんですよ、私。20年とか30年前、30年も経たないな、25年ぐらい辛いものが本当に食べれなかったんだけど、今もう何でも来いじゃないけど、ちょっと辛いものは大好き。キムチとかが食べれなかったのに食べれるようになったし、自分でお買い物をするようになってから思ったことは、いやこれサイパンで和食屋さんとか、あと韓国料理の前に出す前菜のもの、あんなの出してて売り上げになるのかなって。ほんと高いから、今ないのかな。韓国料理のなんか焼肉一つ頼んだだけでも7種類ぐらいのこう前菜が出てくるんだけど、勝手に韓国行ったら絶対出てくるんだけど、うなぎ頼んでもそうやって出てくるから、それがサイパンでも韓国料理屋さんに行くとそうなるんだけど、あんなことやってたら儲けないんじゃないのって本当に思うんだけど、儲けないっていうか赤字になんないのかなって。ちょっとしたもやし、キムチなんとかっていっぱい出てくるじゃない、韓国料理って。日本の焼肉屋さんだと一個一個頼まなきゃいけないんだけど出てこないでしょ、日本は。
ねえねえダメ、ちょっとダメだよ、パソコンに飛んじゃね、飛んじゃダメだよ。ウーバー、日本はねウーバーがあるからウーバーのが安いっていう人もいるもんね。一人暮らしの人でガス代電気代を使って買い物して作るぐらいならウーバー呼んで頼んだ方が安いんだって言ってる人たちもいたし、テレビで見た。確かにそうかもしれないと思った。サイパンウーバーないからね。ピザハットぐらいじゃないの、その出前で届くものって言ったら。多分ちょっとお腹空いた時に何か食べるものっていうコンビニみたいなものがないから、パンとかいつも買っとくよね。食パン買ってちょっとお腹空いた時に食べる。火とかを使わないで済むもの。あとお菓子を食べる習慣が昔からなくて、間食それを最近一生懸命やろうとしてる。間食をちょっと頑張ろうと思ってる。太るために。太らないとちょっとねギスギス痩せていくだけなんで、間食をなるべく取るようにしてますね。ウーバーイーツあったらいいなあ。でもね、そうだ、なんかねデリバリーしてくれるパン屋さんがあるって聞いた。そのパンが美味しかったのね。名前忘れちゃったけどすごい美味しかった。ふわっふわでね、ひまわりどころの話じゃない。本当に美味しいパン屋さん。新しくできたって言ってたの、忘れちゃった。なんていうパン屋さん。そこはデリバリーしてくれるんだって。どこにお店があるのって聞いたら、お店じゃなくてデリバリーだけでやってるパン屋さんだって言ってた。美味しかった。そこのパン、なんか食パンみたいのに中がヨーグルトバターみたいのが入ってて。あびきき食べますか？あびききめったに食べない。めったにっていうか今年は食べてない。去年1回ぐらいもらって食べたぐらいで、自分で買いに行って食べるっていうことはしない。バナナの葉っぱに巻かれてるやつだよね。甘いやつ。あんまりああいうの食べない。だったらなんかスーパーで箱に入ったお菓子買う。駄菓子みたいの。駄菓子じゃないけど、なんだっけ、なんて言うんだっけな、今もあるな。なんだっけ、チョコパイだ。チョコパイとか買って食べる。だったらあびききとかは食べないな。なんかねあまりなんだよね。
あんまり申し訳ないけど綺麗そうじゃないから食べない。だったらこういう普通のお菓子食べちゃうね。あびきき食べます？深夜さん。みんなサイパン来た時あびきき食べたかな？あびきき食べたかな？コメント欲しいな。あ、消えちゃった。やばいやばい。この違う映像にしちゃった。サイパン牛乳を飲みたくなる。サイパン牛乳サイパン牛乳飲みたくなって、サイパン牛乳を飲みたくなってた。どういうこと？どこで売ってるかわからない。あ、知らない。あびきき？その辺のスーパーだよね。スーパーのレジの横とかで売ってるね。牛乳を飲みたくなってた？飲みたくなってた。ちょっと意味がわからない。サイパン牛乳っていうものがあるの？ナイトマーケットで売ってたの？そんなのが知らない。サイパン牛乳？ミルクって書いてあるパックのじゃなくて、ナイトマーケットで売ってたの？サイパン牛乳。いや木曜日のナイトマーケットとか私ね、2回ぐらいしか行ったことないんですよね。サイパン牛乳が売ってない。サイパン牛乳が売ってない。サイパン牛乳っていうものがあるの？知らないよそれ。だって牛いないのに。ナイトマーケットはあびきき。だそうです。リーフさん、ナイトマーケットで売ってたそうですよ。あびきき。あびききっていうのあれスーパーのレジの横とかにこうくるくるって巻いて売ってますよ今。ナイトマーケットでも売ってたかな。ナイトマーケットは私2回ぐらいしか多分ね行ったことない。でもうちの店の前でやってた時は行ってはいないな。でも人混みが苦手だから行くのやめちゃうんですよね。行かなくなっちゃうっていうのかな。わさわさ人がいるじゃない。あれがちょっと苦手。サイパン牛乳が売ってない変な甘い牛乳しかなかったような。サイパンは牛乳が売ってない変な甘い牛乳しかなかったような。サイパンはパックのミルクじゃないの？パックの四角いパックの四角い長方形のパックのミルクって書いてあるやつ、なんか薄いやつ。
ミルクの味が薄いやつ、ミルクだけで私飲んだことないんだけど、ミルクのオンリーは飲んだことないですね。コーヒーに混ぜて、半分混ぜて飲むっていうことしかやったことない。今はね、ミルク飲まない。そのミルクはアーモンドミルクを飲むようにしてますね。アーモンドかソイミルクを飲むようにしてますね。最近アーモンドミルクっていうのがここ何年かで売ってるようになったんで、それだけじゃ飲まないけどコーヒーに入れて飲むようにしてますね。変な甘い牛乳ってパックじゃないのかな。パックのやつ甘いのかな。あれコーヒーにこう半分半分でカフェラテみたいにして飲んじゃうから、牛乳自体で飲んだことないから甘いか甘くないのか分かんないや。どうなんだろう。日本の牛乳みたいに牛乳っていうものはないからね。なんか牛乳だけで美味しいって飲めるもの、なんか薄いなみたいなのしかないじゃない。だから全部コーヒーに混ぜて飲むようにしてる。あとね、今ね、水を開けに行ったら一般的な生牛乳がないっていうか、ないと思う。牛いないじゃん。牛なんかヤギの乳飲んでた人いたけど、ヤギは臭くていまいち良くないな。ヤギはなんかヤギのお乳は臭いし、最近でもヤギも見ないけどな。前はね、隣のとこにヤギが草を食べてずっといたりしてたんだけど、2匹ぐらいこう紐でつながれて、今全くヤギも見ないな。あんなとこつないでたら盗まれちゃうんじゃないかなと思うんだけど。ヤギも見ないし、生の牛乳なんてちょっと怖いよ。ハイジが飲んでたハイジ、アルプスの少女ハイジヤギのミルク。ヤギね、ヤギは臭くて飲めないよ。ちょっと無理だな。ゴートチーズとかもいまいち苦手だし、もうチーズは普通のでいいって感じ。ブルーならちょっと食べるけどって感じかな。もう普通にしてくださいっていう、普通でいいですって感じ。特別にしないでほしいって感じだよね。ヤギのチーズとかも嫌だ普通のチーズでいい。ゴースアイランドには行きませんか。船でね行って遠くから見たことは何度かあるけど、ね、ロタ島まで船で行ったりする時にも見たし、結構ね、あっちにダイビングで何回か行ったりした。あっちの方にね。の上陸したことはないです。
相当昔ですけどね。15年ぐらいは経ってますけど、その時はダイビングはしてないです。私は他の人はしてましたけど、もう私は全然ダイビングのダの字もやってない時だったので。オートアイランドね、遠いよね、あっちの方まで行くと、船で行くと。小さい船じゃ行けないしね、スピードボートじゃ怖すぎるし、どうしても大きい船だけど中途半端に大きいぐらいの船だから、そんなにスピードが出ないから、時間かかるんだよね。40フィートぐらいの船だと。大きい船ならもっと速いだろうけどね。なんかね、サイパンってっていうか CNMI って17個14個どっちだっけな、なんかそのぐらいをたくさんの島が集まって CNMI なんだって昨日かなんか読んでて思ったんだよね。コモンウェルスの記念日のやつを読んでて思ったんだ。それを読んでたら、そんなにあるんだと思って、そんなに島があったんだなと思って。でもどんだけ人が住んでんのかは知らないけどね。どこまで人がいられる島なのかはちょっと分かんないけど、コモンウェルスの協定っていうの記事を読んでた時に、そんなに島あるんだって思ったんだけど、何個かは忘れた。17か14だと思った。ね、そろそろ結構今日喋ってんじゃないの。配信者の人たちって意外と3時間4時間とか6時間やってる人とかいて、ちょっとびっくりしたんだけど、そんだけ喋り続けられるかなってすごいなって思うのと、ちゃんと喋ってんだよね、そういう人たちって。もちろんそういう人たちってコメントもいっぱいあるから、それに対応どんどんしてっていたけど、あなた班の映画とか面白い。あなた班ね、あなた班ね、私映画で見たのかな、映画かな本かな、あれなんか両方なんか見たな。あなた班の女一人に男何十人ってやつだよね。そう、本と映画でも見たな、確か。あなた班の女って。もう配信者の人たちってなんかこういろいろ画像とかもこの小さい OBS の画像でこちょこちょやれるのが、あの人たちの OBS はもっとでかいのかなってちょっとね、なんか画面の設定が違うのかなって。こんなちっちゃい画面の中で何か設定したりするの無理だと思うんだけどね。なんかこちょこちょみんな設定して配信してるでしょ。ちょっと不思議なんだよね。
VTuber の人は自分の VTuber をこうバンって出して、あとは普通の自動の背景を使ってるから、ゲーム画像とかそういうのを使ってるからあれだけど、なんかね、ほんと細かくポコポコ出してる人がいて、どうやってんだろうと思って、この OBS の画面で説明書を読んでも全く理解ができなくて、ここで精一杯なんだよね、私の場合。あなた班の映画もそうなんだけどね、サイパンのなんだっけ、フォックスという呼ばれた男探したけどなかった。私の見れる範囲では2011年かなんかの映画なんだよね。なんだっけな、忘れちゃった。南千住の男の子じゃないけどおっさん、名前が出てこない。忘れちゃった。ダメだ、出てこない。あなた班の男の主役の人、あなた班じゃない、フォックスと呼ばれての主役の人、唐沢、そうだ、唐沢俊之さん、そうからだと思ってた。よろしくないねこれね。そう見たんだけど内容が全然覚えてなくて、昔絶対見てるんだよね。でも内容が全く覚えてないから、もう一回見たいと思って探したんだけど、私の今の状況で見れる範囲のものではなかった。残念、見れなかった。サイパンで、あとね、サイパンで私が関わった映画でコーディネートで関わったので、なんだっけな、うわー出てこないよ名前が。ハリウッドの俳優さんはレオさんっていう人が来て、有名な、日本では今有名な人が主役のやつでダメだ、話になんないよ、全然名前が出てこなくて。ちょっと待ってね、なんだっけな、うわー、顔は出てきてるんだけどな、名前が出てこないな。でも主役は違う主役違ったっけあれビーチボーイズスペシャルは、あれは反町さんはうちに来た、店にね、お買い物しにね。竹野内さんも来てくれたけど、反町さんは買ってってくれたね。なんだっけ、主役違うの？なんだっけな、なんとかはディナーの後でじゃない、違うな、今もドラマやってる人なんだよな。なんてドラマだったかな。あ、竹野内さんが主役なの？あ、
ったんだ。唐沢さん出てなかったっけ？竹野内豊が主役なんだ。なんとかと呼ばれて、フォックスと呼ばれて、そう。唐沢さんかと思った。なんか思いの中では。そっか。竹野内豊か。なんだっけな、ちょっと思い出せなくなっちゃった。もうなんだ、タッチ&ゴーって言ってセスナを何回も手に編んで、タッチ&ゴーって言ってこう滑走路ギリギリにしてバーンって上がっていくっていう戦争の出てる唐沢さんやっぱり出てた。唐沢さん出てたか。主役じゃないのね。ちょっと間違えてた。ありがとうございます。ちょっと記憶のあれが。竹野内豊か。タッチ&ゴーを何回もやってね、戦争の60周年記念の2時間映画かドラマだかなんかの撮影で5日ぐらいかけて手に編んでやったんだよね。撮ったんだよね。誰だっけな、主役。あれもいた。海よって歌ってる人誰だっけ？俺の海よって歌ってる人誰だっけな。加山雄三の息子さんも来てた。あと主役の名前が忘れちゃった。なんだっけな。江内優子が脇役の人で、なんだっけな、忘れました。ダメだ、名前が出てこないんで、また今度思い出しておきます。名前出てこないわ、本当に。2日間ぐらい一緒にいたのに。出てきたのが加山雄三さんの息子だけ。あと誰がいたっけな。忘れちゃった。全然ダメだ。思い出そうと思うと言葉が出てこなくなるから、思い出すのは今度にします。その映画の主役が竹野内さんだっていうことが分かって、それだけでもよかった。唐沢さんだと思ってたから全然違ったね。唐沢さんが出てることだけはでも合ってたからよしとしよう。見たことないな。どれをだろう。私の言ってるその2時間終戦のドラマかな、それともドラマだか映画だか。フォックスのことかな。フォックスの方かな。どっちかな。フォックスのこと。キツネフォックスと呼ばれた男っていうのがサイパンが主体の映画なんですよね、深夜さん。だからちょっと見返してみたいなと思って、こういう話ちょっと見たいんだけど、
私の今の環境では見れなかった。2011年まで戻れなかった。しかも唐沢秀明って調べてたでフォックスと呼ばれた男っていうのもあれ調べたよな。でも出てこなかったんだよな。竹野内豊でもう一回調べてみよう。出てくるかもしれないから、出てきたらね、ちょっとすっきりする。その映画が見られたらどういう映画だったか思い出せなくてもやもやしてるから。でまた今日一つまたもやもやだよね。そのコーディネートした自分がした人を覚えてない、思い出せない。なんだっけな、あの人。今すごい有名、ドラマに必ず出てる主役で必ず出てる。必ずっていうのかな、結構出てるね。毎回のターンで忘れちゃった。ダメだ、本当にいろんなことを思い出せない状態に陥ってます。がアウトコープですね。フォックスと呼ばれた男が本当に気になるわ。あと最近の映画で何か見てます？みんなは何かハマってるものとか。私中国のドラマが結構見てるかな。日本でやってる秘密の皇帝、三国志の秘密の皇帝っていうのを中国版のを見てる。中国語版のを、日本語に字幕で見てるって感じ。あれ長いからまだまだあるんだけど、中国のドラマってすごい長いから映画館行かないですね。映画館寒くて1回か2回行ったことありますけど、昔、本当に昔の昔できた頃、もう冷凍庫かここはっていうぐらい寒くていられなかった。見ることもできなかった。途中で帰った。寒くて無理でしたね。冷凍庫状態で。サイパンってどこでもガバメントの施設とかそういうオフィスとか電気料金払うとことかでもめちゃくちゃ寒くて、もう全然いられない。レストランとかでもめちゃくちゃ寒いじゃないですか。もう本当厚着していかないといられない。で最近外にも出ないから、外に出ないっていうかオフィスとかにそういうとこには行くから、行く時はもう長袖を必ず持っていく。病院とかなんかめちゃくちゃ寒いからダウン着て行ってた。寒くて本当に寒いんだもん。ありえないぐらい寒いから。で寒いと私動けなくなっちゃうんで、これは自分の
病気でね、寒いと動けなくなっちゃうっていうのがあるんで倒れちゃうんですよ。だからね、ダウンコート持って行ってた。病院とか行くとき凍りそうに寒いんだもん。立ち止まったりするのもダメ、動いてないと。なんかいるよね、こういう動物、動いてないとダメっていう。立ってこうずーっと寒いところになんかいられない。若い時は海も行ってたけど、昔オーシャンビューホテルの横のサンリーダーに違法 DVD がたくさん売ってた。オーシャンビューのホテルの横のサンリーダー、あった。今中華屋中華屋もない。マグロオーシャンビューホテルの横のサンリーダーに違法の DVD がたくさん売ってた。マグロ動いてないとダメがマグロか。確かそう、マグロだ。動いてないとダメってマグロだ。そうだよね、動いてないとダメやマグロ。それ私ね。なるほど。昔オーシャンビューホテルのサンリーダーにあんなとこに違法 DVD 売ってたの知らなかった。サンリーダー結構行ったけどな。なんだっけ、中国のザーサイ買いに、ザーサイがそこでパックで売ってるのが美味しくてお酒のつまみになるから買いに行ったりしてたんだけど、サンリーダーだよねあれ。そう、あそこでDVD 売ってたの知らなかった。それは奥で売ってたってこと？表で売ってなかったってことでしょ。じゃあでもあの店の中回ったことないからな。知らなかった。違法 DVD ってエッジ系ってこと？そうじゃなくて海賊版ってことかな。海賊版かな。海賊版だったらね、うちにビデオいっぱいあるのよ。500本ぐらいはあるかな。もっとあるかな。散らばってるから売りたいんだけどね。面白いグッズがたくさん売ってた。そうなんだ。いやー、見て回らなかったな私。全然そういうとこないのかな今ないのかな、そういうとこ。そういうとこ探したいな。今ありそうだけどね、ああいうバイアンドセールとかみたいな、あんなとこ。ガラパンのもう一個の昨日のビデオのやつのバイアンドセールみたいなところ、奥とかになんかいろいろありそうなんだけど、奥入れなかったおばちゃんがずっと座ってたから入らせてもらえなかったし。なんかありそうだよね、どっかにありそうだよね。こういうお店探したいな。なんかないかな。行かないな。でも
でもサンリーダーがそういうお店だなんて全然知らなかったしな。ザーサイだけ買って帰ってきてたな、パックの。見なかったな。こういうお店ありそうじゃない？あ、今この映ってるこのこの映ってるこのね、ここも多分違法グッズだよね。鬼滅の刃とかそういう最近流行りのアニメのフィギュアとかガチャガチャとかいっぱいあるんだよね。前オープンしたての時に私 YouTube に上げてるんだよね。2023年の時の YouTube に上げてるかな。お店の中ピカチュウとかさ、そういうのとかいっぱい日本に持ってったら売れんじゃないのって思うようなフィギュアとかいっぱい売ってた。その時は映させてもらったけど、サンリーダーはチャーノカナニャにもあった。どこ？どっちが大きかったの？もしチャランカノのが大きかったらそっちが本店だとしたらチャランカノアにまだあるかもしれないよね。どこだろう。チャランカノアまでなかなかじゃないけど行かないもんな。でも今度行く用事があったらビーチロードに面してる？教えて。リーダーなんか行動範囲広いですよね、深夜さん。ガラパンの隅々からチャランカノンからよく知ってるよね。私行動しないから、お店があった頃はお店の行き来り、イミグレーションビル近く、あんな方にも何にもないんじゃない？何にもないと思うよ。昔っていうかここ3年以内だけど行った時には何にもなくなってるなって感じだった。あっちの方まで行ったんだよね。ギャラクシーノート9の画面がいきなり消えちゃって、バックライトっていうの、画面のライトが切れちゃって、それを直すのにそこに部品があるって聞いたから行ったんだけど、$180もするっていうからやめちゃった。$180って高いだろうと思ってやめちゃった。ガラパンで聞いても結構同じ金額したし、まだ待たなきゃなんないっていうから、もうちょっとお金が貯まったらにしますって言って帰ってきた。そんな高いのと思って。ライト1個だからもっと安いのかと思って。昔は中国人がたくさんいたからかな。多分そうだと思う。だからそれこそ縫製工場の残りの人がまだまだいっぱいいたでしょう。今はだからガラパンでも不法労働者逮捕っていうの、検挙、それがすごい増えてるから人いない人が本当にいない。建築現場とかもああいうとこ不法労働者だらけだっていうから、結構検査入るんじゃないかな多分。
結構厳しくやってるみたいよ。フィリピン人の人がそれでだから捕まったって言ってたから、ビザは持ってるから出てくるとは思うんだけどさ、どうなるかはちょっと分かんない。ビザは違う会社で取ったビザでそこに働いてたっていうだけだから、もう契約がねあれば問題ないんだろうけど、契約が会社同士の契約がなければ不法労働になるのかな、分かんないけど、ちょっと難しいよね、その辺の判断は。私たちなんかじゃどうなるのか分からん。昔は中国人が本当にたくさんいたもんね。今は本当少なくなってると思うから、縫製工場の残りの人たちもほとんどいなくなってんじゃない？昔なんかこれ実話なのか、なんだっけなのか都市伝説なのかよくわかんないんだけど、都市伝説かな。10年不法滞在したら、10年だよな確か、10年不法滞在したらグリーンカードじゃないけど、そのさっきのHなんとかビザ、どこでも働けるようなビザが出るっていう、あれは都市伝説なのかな。でも10年ぐらい簡単にサイパンなんかいられるよね。みんなそういうビザもらえちゃうよね。でも10年不法滞在しましたよっていう証明はどうやってするのかね。証明が難しいよね。パスポート入ってきましたよってパスポートもないわけでしょ。不法滞在を10年しましたって証明ができないよね。都市伝説かな。証明が取りようがないもんね。都市伝説だな。今度調べてみよう。サイパンの法律ってサイパンローっていうページがある、サイパンなんとかなんとかローっていうページがあるんだけど、本当に目まぐるしく変わってて、誰が決めんのこれって思うよね。アメリカの法律じゃない法律、サイパンの法律なんか未だにあるんだと思って、この間も見てて、なんか未だにアメリカとはちょっと違う法律が多くて、なんかうんざりする。なんかね、抜け穴があるっていう感じの法律がいっぱいある。入ってきた証明はできるかな。入ってきた証明ができないんじゃないの？入ってきた不法に入ってきたりしてたら不法、難しいよね。ちゃんとツーリストとかで入ってきた証明ができる人もいるよね。だから縫製工場で働くためにこう入ってきたとかいう人はそういう証明ができるよね。で10年経ったらはい10年経ったよって、そういうことはできるよね。それはできるよね。船とかでさ、ちょろっと来ちゃった人は証明ができないじゃん。いつ来たんだか分かんないような人。でもよくサイパンから捕まってるんだけど、サイパンからグアムにそういう人たちを
運んで、船で運んで、不法侵入、なんていうの、そういうの、不法でこうサイパンで住んでた中国人とかをグアムに運んでって、それで捕まったりしてる人がいるんだけど、なんでだろう、なんでサイパンじゃ嫌なんだろう。サイパンのままでいいじゃんねって思うんだけど、なんでわざわざグアムに行くんだろうと思うんだけど、自分で解決した仕事がないからか、グアムの方が仕事があるからか、ちょっと自分で今ふと思っちゃった。そうだ、仕事がグアムの方があるから、サイパンでは仕事がないからグアムに行くのか。でサイパンの方が入りやすくて入ってきちゃってるってことだね。グアムの方が厳しいから、そういうことだね。サイパンの方が簡単なのかもね、犯罪者にとっては。この間もなんか、麻薬2キロぐらい持って入ってきた。2キロもこの間2キロってやっぱお砂糖って1キロだったから、あれの倍だから、お砂糖を見たら1キロって書いてあったから、うわこれの倍だと思って、こんな量を持って入ってきて、クアランティン、何あれ見つける人たち見つけられないってありえなくない？ 2 キロだよ、2キロ。2キロ、よく体に世界丸見えとかで体に飲んで入ってきてる人っているっていうけど、それでも2キロなんて飲めないよね。カプセルに入れて飲んでくる人だって2キロは無理でしょ。サイパンのあたりに飲んで入ってきてる人がいたら死んじゃいそうだけど、もう捕まえたっていう、ちょっと怪しいなんて言われて、その前に怪しいなんて言われた段階でもうその人は死んだっていう感じになっちゃうと思うけどね。なんかちんたらちんたらやられて、出て行ってないだけでは入ってきた証明はできるかな。出て行ってないだけでは出て行ってないだけではどういうことだどこまで話が戻った？入ってきた証明はできるかな。できるっていうことが分かりました。出て行ってないだけでは何が？サイパンから薬の話じゃなくてなんだっけ？うわ混乱しちゃった。ちょっとダメだ。その出て行っていないだけでは出出国でしょ。中国人がってこと？不法滞在者がってこと？不法滞在者が出国なんかなんだこれ。ダメだ。想像ができない。どこに理解に苦しむ。今理解に苦しんじゃった。ダメだ。教えて。書くの面倒ならんだと思うけど教えて。意味がちょっとわからない。不明になっちゃった。僕出て行ってないだけでは不法滞在者がサイパンに入ってきて
働きに入ってきた証明はできて、でも出ていっていないから、出国をしていってないから不法滞在者が10年できるよねって話。違う？どれ？ちょっとわかんないダメだ、教えて。違った？だからこの間もサイパンから中国に中国の人をグアムに船で運んで10年不法滞在した証明、不法滞在した証明を取ることができないんじゃないのって話をしてて、でも入ってきた証明はできるかなって言って、できるよねっていう話になって、出ていってないだけでは、出国していないだけだよね。10年不法滞在した証明はできるって話になってるよね。できるけど、10年不法滞在した証明があって、グリーンカード、偽グリーンカードみたいなやつが本当に出るのかは、都市伝説なのかなって。本当に出た人は聞いたことないので、でもこの HC なんとかビザプログラムっていうやつは、そういうそういう系の災害やなんかで逃げてきた人とか、そういう10年、そういう不法滞在10年だか分かんないんだけど、そういうような人用のビザだったりするから、それだったら10年本当にあるのかもしれないし、都市伝説なのかもしれない。でもそこに10年不法滞在したい人用のビザとは書いてないんだよね。何その一番初めの字、おとり調査ではどれが出てきて捕まえる。そういうカードをあげるよみたいな話をしておいて、出てきたら捕まえちゃうよっていうおとりっていうことかな、意味自分の言葉がおかしすぎるよね単語になってないんだけど、ちょっと単語しか喋ってないんだけど、私出てきたやつをそれで捕まえるおとり調査用の都市伝説みたいなやつってこと。そう、なるほどそうかもね。都市伝説だよね。そんなビザもらったっていう人聞いたことないもんね。その HC なんとかプログラムっていうのにも、そのビザにもそんなこと一言も書いてないから。でも自然災害その他とか書いてあるんだよね、いろいろ。その他はなんだよって、その他は一体何なんだよって思うんだよね。このビザちょっとね、結構ね、秘密めいたビザだなって思ったんだよね。
座は自然災害、なんて書いてあったんだっけな。こういうことは意外と覚えてるんだけど忘れちゃうと思う。自分に関係ないなと思うと忘れちゃうんだよね、意外と。出たな思い出せないな、出てこないな。大統領令でなんかそういう移民の話がバーンと出てきたからちょっと読んでたんだけど、なんか関係ないなと思ったら忘れてっちゃうんだよね、どんどんね。CW ビザに似てるところがあるっていう状態だったからちょっとね興味を持っただけだったんだけど移民資格取り消しっていうドーンと53万人35万人どっち53万人5と3は合ってると思うんだけど、それが出てたからちょっと気になって読んだんだけどでもサイパンには関係ないなと思ったら忘れてっちゃった。戦争とかそういう戦争とかで逃げてきた人とか自然災害とかその他って書いてあったような気がするんだよね。その他が何なんだかよく分かんないんだけど喉が枯れてきました。ちょっと喋りすぎたかな。どんだけやってんの私今日。何時今？あ、もう12時半なんだね。まあずっと朝までは起きてるんだけど喉が出ませんね、声がコンコンし始めてきちゃった。ちょっと水飲んでも声がもうだいぶかすれてきたよね。いやこんなに長くお付き合いいただいて長いよね。何時から始めたんだっけ。いきなり深夜さんいきなりおやすみなさいなんねありがとうございますそれではまたねちょっと明日違う動画をお見せしたいと思いますんで、また明日日曜日だよね。よろしくお願いします。もしよかったら今日も、長々とお付き合いありがとうございました。明日もなんだっけ、なんて言うんだっけ、チャンネル登録と、よければいいねボタンよろしくお願いしますだよね。今日で17回目だかな、ライブ配信。そろそろ慣れろようだよね。すいませんいつまでも慣れなくて。まずね初めの配信のスタートの時をちゃんとやりたいといつも思ってんだけど、何かしらちゃんとやれない状態に陥ってるので、明日こそはちゃんとスタートさせたいと思ってます。今日もありがとうございました。また来てください。よろしくお願いします。ではおやすみなさい。ありがとうございます。失礼します。こっち3時間